皆さんこんにちは、アンリです。今日は日立製作所が発表した複数の AI が役割分担で作業者の振り返りを進める AI デブリーフィング技術によってベテランの職人ノウハウのデジタル化が一気に前進したというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。具体的な数字を一つだけ先にお伝えします。風潮保守の現場で行われた社内検証では、これまでの1対1の AI 対話に比べて知識の定着度を測るテストのスコアがおよそ 70% 向上しました。これは現場のベテランが新人に教えるとき、いつも頭を悩ませてきた言葉にしにくいコツを AI が代わりに引き出して文章として残してくれるということを意味します。さらにこの技術は次世代エージェントフロントラインコーディネーターナイビーと組み合わされ HMAX インダストリーというブランド名で製造保守物流などの産業分野に本格的に展開されていきます。結論からお伝えします。今日のメッセージは3点です。1点目、日立は1台の AI ではなくファシリテーター役、同僚役、エキスパート役という役割の違う複数の AI を協力させて作業者の振り返りを進める仕組みを実用化したこと。2点目、この仕組みによって知識の定着度が従来比でおよそ 70% 向上し、ベテランの暗黙のノウハウが初めて目に見える形で蓄積できるようになったこと。3点目、視聴者であるあなたの会社、特に製造、保守、サービス業の管理職や人事、教育担当の部門では OJT、つまり仕事をしながらの新人教育や引き継ぎの進め方を半年以内に見直す必要が出てくるということです。それではこの発表を4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションは AI デブリーフィングとは何かです。結論からお伝えします。これは作業が終わった直後に複数の AI が作業者と一緒に今の作業をなぜそうやったのかを振り返り、その理由を引き出して言語化する仕組みです。理由は人が一番忘れにくいのは結果ではなく判断した理由だからです。例えばあなたが部下から日報を受け取るとき、今日は何をやりましただけ書かれていても、なぜそうしたのかがわからないと次に活かせませんよね。それを AI が代わりに毎日深掘りで聞き出してくれると思ってください。具体例で説明します。日立の仕組みではファシリテーター AI、つまり司会役の AI がまず作業者に質問を投げかけます。例えば、なぜ今この順番で点検したのですかと聞きます。次に PIAI、つまり同僚役の AI が対等な立場で意見を返します。私だったらこちらを先に見ますがいかがでしょうかと軽く揺さぶります。最後にエキスパート AI、つまり先輩役の AI が専門知識に基づいて、実はこの機種ではこちらを先に確認した方が故障の発見が早いですと助言するという流れです。一人の AI に任せるとどうしても会話が一本調子になりますが、3つの AI が役割を分けることで人間同士の振り返りに近い深い対話が生まれます。ここまでをまとめると AI デブリーフィングとは、複数の AI が役割分担で作業者からなぜを引き出し、言葉にしにくいノウハウを文章にして残す仕組みということになります。2つ目のセクションは、なぜ知識定着がおよそ 70% も向上したのか、その理由です。結論からお伝えします。複数の AI が視点の違う質問を重ねることで、作業者自身が自分で気づく機会を何度も持てるようになったからです。理由は3つあります。1つ目、人は教えられたことよりも自分で言葉にしたことの方がはるかに記憶に残るからです。これは会議で上司から一方的に指示を受けるより、自分で発表した内容の方が頭に残るのと同じ理屈です。2つ目、複数の AI が視点を変えて質問することで、一人で考えていたら気づかなかった自分の癖が見える化されるからです。例えば PIAI から私だったら別の手順を取りますが
なぜそちらを選んだのですかと聞かれると、作業者は自分の判断基準を改めて言葉にしなければなりません。これが暗黙の判断を明示的なノウハウに変える瞬間です。3つ目、振り返りの内容がその場で文章として保存され、後から他の作業者も検索して読めるようになるからです。これは社内の引き継ぎ資料が毎日自動的に積み上がっていくというイメージです。具体例で説明します。あなたの会社でベテランの営業担当が定年退職するとき、これまでは最後の3ヶ月で必死に引き継ぎ資料を作っていたと思います。それが毎日の商談直後に複数の AI がなぜこのお客様にはこの提案にしたのですかと聞き続けてくれれば、5年分のノウハウが5年かけて自然に蓄積されていくということになります。70% という数字はこうした自分で気づく、見える化される、後で読めるという3つの効果が積み重なった結果だということです。3つ目のセクションはフロントラインのコーディネーターのナイビー、そして HMAX インダスティという産業分野への展開シナリオです。結論からお伝えします。日立はこの AI デブリーフィング技術を単体で売るのではなく、現場の指揮役となる次世代エージェントと組み合わせて製造、保守、物流の業界に丸ごとサービスとして提供していきます。理由は現場の作業者が振り返りだけのために別のシステムを立ち上げるのは現実的ではないからです。普段使っているタブレットや作業端末の中に自然に組み込まれていなければ結局使われずに終わります。具体例で説明します。フロントラインコーディナーの内備は現場の作業計画を立てたり進捗を確認したりする、いわば現場のチームリーダー AI です。作業者が朝タブレットを開くと、内備が今日の作業手順と注意すべきポイントを提示してくれます。そして作業が終わるとAI デブリーフィングが起動し、複数の AI がその日の作業を一緒に振り返ってくれるという流れになります。さらにその内容は HMAX インダスティというブランドの中で企業横断的に標準化されていきます。これは例えるなら、これまで会社ごとにバラバラだった社内研修や日報のフォーマットが業界共通の形に整っていくということに近いです。あなたの会社が製造業や設備保守、物流、フィールドサービスといった現場を抱える業種であれば、この流れは3年以内に必ず取引先や競合の話題として上がってきます。4つ目のセクションは、視聴者であるあなたの仕事、特に製造、保守、サービス業の管理職、人事、教育担当の管理職にどう聞くのかです。結論からお伝えします。新人教育、OJT 引き継ぎ、この3つの設計を半年以内に複数 AI による振り返りを前提に組み直す必要があります。理由は3つあります。1つ目、来期の人事計画では必ず上司や役員からベテラン社員の退職に備えてノウハウの言語化はどこまで進んでいるかを聞かれます。これまでは答えに窮した質問ですが、これからは AI デブリーフィングの仕組みを半年以内にまずモデル部署で試します。具体的に答えられるかどうかが評価の分かれ目になります。2つ目、社内の OJT でもこれからは先輩社員が新人に全てを教えるというやり方は限界に近づきます。複数の AI が毎日の業務直後に振り返りの相手をしてくれれば、先輩社員の負担は減り、新人の成長速度も上がります。これは例えるなら、新人1人につき毎日30分専属のコーチが3人つくということに近いです。3つ目、引き継ぎの場面では退職予定者が最後の数ヶ月で慌てて資料を作るというやり方から、日々の振り返りログを後任が読み込んで質問するという形に切り替わります。視聴者であるあなたが上司に説明する場面では、日立が
複数の AI で作業者の振り返りを進める仕組みを発表しました。知識の定着がおよそ 70% 向上しています。私たちの会社でもまずモデル部署で新人教育と OJT に振り返り AI を試す方針を半年以内に決める必要がありますと伝えてください。これは立派な経営判断の前化けの会話になります。ここまでの整理をまとめます。本日日立製作所が発表した AI でブリーフィング技術はファシリテーター役、同僚役、エキスパート役という役割の違う複数の AI が協力して作業者からなぜを引き出し、知識の定着度をおよそ 70% 向上させる仕組みです。空調保守の社内検証でその効果がすでに実証されています。日立はこれを現場式薬のフロントラインコーディナイトのナビーと組み合わせ HMAX インダストリーというブランドで製造、保守、物流の現場に丸ごと展開していきます。視聴者であるあなたの会社では新人教育、OJT、引き継ぎ、この3つの設計を半年以内に複数 AI による振り返りを前提に組み直す必要があります。明日の朝、上司への報告のネタとして日立が複数の AI で現場の振り返りを進める仕組みを発表し、知識定着が7割向上しました。私たちの会社でもベテランのノウハウのデジタル化に半年以内に着手する必要がありますと一言出してみてください。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で